車を引き取りにディーラーへ行った日、前任のセールスマンが辞職したと告げられ、別の担当者が対応することになった。ところが、その担当者は開口一番、私が車代を払いすぎたと言い、差額を追加で支払うよう要求してきた。あのセールスマンは本当にバカだ。どうして300万円の現金で車を売れたんだ？叱られて辞めるのも当然さ。もし車を持って帰りたいなら5年ローンに切り替えてくれ。利率は12だ。彼が明らかに強要しようとする様子に私は言葉を失った。もう支払いも済ませ、売買契約にもサインした。あなたが契約違反だ。セールスマンは嘲笑った。それがどうした？とにかく車はこっちが預かってる。差額を払わないなら、車を持って帰るなんて考えても無駄だよ。思わず苦笑が漏れた。私は落ち着いてスーツのポケットからスマホを取り出した。ウォルター・ポール・ローランド氏のローン申請は一旦保留に。彼は自分のビジネスで大儲けしてるようだ。もう必要ないみたいだね。第一章。電話を切ると、目の前のセールスマンは極めて傲慢な表情を浮かべていた。おいおい、うちのボスを名前で呼ぶってか？ふざけるなよ。はっきり言っておくが、全額払うまで神様を呼んだって無駄だぜ。彼は事前に準備していたローンと支払い条件が記載された売買契約書をフォルダーから取り出し、テーブルにバンと叩きつけた。ほら、黒白つけてやる。5年ローン、利率12。これにサインすれば、すぐに車を持って帰れる。私は契約書を手に取り、ざっと目を通した。そして最後のページにある返済スケジュールを指でトントンと叩いた。元本は300万円。5年間で利息だけで約180万円元本の半分以上だ。5年の利息が約180万円か。彼を見上げ、冷たい声で続けた。あなたの利率はサラ金並みだね。それを聞いて、セールスマンは平静を保つどころか、嘲笑いを漏らして腕を組んだ。サラ金？法律の何を知ってるんだ？これは正式な契約書だ。すべて明確に記載され、自発的に同意するものだ。どうしてサラ金の条件と同じだと言える？うちは何年もディーラーを営んでる。裁判を起こされるのが怖いと思ってるのか？彼は少し前のめりになり、声を潜めた。それにね、うちのボスはこの町の普通の人間とは違うんだ。どうぞ好きなだけ訴えてみな。どっちが長く裁判を戦えるか見物だ。彼は顎を上げ、横目で私を見下ろすように見た。まるで勝利が確定していると確信しているようだった。契約書はここにある。サインするのかしないのか？早く決めろ。突然、入り口でパトカーのサイレンが鳴り響いた。セールスマンの表情が一瞬で曇った。警察まで呼んだのか？私は彼を完全に無視し、ドアの外を見た。若い警官、フィリップ・ウォレンが部下を連れてショールームに入り、場内を見回した。どうしました？誰が警察を呼んだのですか？と彼は尋ねた。私は落ち着いてセールスマンを見つめ、ウォレン警官にすぐには答えなかった。彼は歯を食いしばり、それからお世辞たっぷりの表情を作った。わざわざお越しいただき申し訳ありません、ウォレン警官。ちょっとした誤解です。このお客様が車を引き取りに来られたのですが、書類が不揃いでして。ちょうど協議中だったところ。ウォレン警官は手を挙げ、セールスマンの取り入ろうとする態度を止めた。中立な口調で尋ねた。何を協議していたのですか？状況をはっきり説明してください。お聞きください。セールスマンは完全に困り果てた表情で私を指さし、言った。この方は以前に車を予約されましたが、その時は売買を確定させる契約書にサインされませんでした。それなのに今、
車を持って帰るとおっしゃるんです。私たちも困っています。私はようやく口を開き、平静な声で言った。ウォレン警官、私は300万円を現金で支払い、黒白はっきりした契約書にサインしました。前任のセールスマンが辞職した今、この方は契約を認めず、価格差を埋めるため追加支払いを強要しています。そうでなければ、利率12の5年ローン新契約にサインしろというのですと説明し、新品同様の契約書を前に押しやった。即座にセールスマンが訴えた。公平に調査してください、ウォレン警官。私たちのような老舗企業がそんなことするわけがありません。第2章。セールスマンは続けた。彼の言う現金一括払いの契約書なんてそもそも存在しません。ウォレン警官は私の方を見た。あなたは契約書があるとおっしゃる。お持ちですか？はいと私は答えた。バッグから現金一括払いの自動車売買契約書を取り出して渡すと、セールスマンの顔に嘲笑的な笑みが一瞬走った。ウォレン警官は契約書を受け取り、最後のページにある署名欄をめくった。彼の眉がゆっくりと寄せられた。この書類にはあなたの署名しかありません。ディーラーの印鑑も担当セールスマンの署名もない。私の心は突然沈んだ。私は契約書をウォレン警官の手から引っ張り取った。彼の言う通り、最初の署名欄には私の署名が明確にある。衝撃的に二つ目の署名欄は確かに空白だった。そんなはずはない。と私は思わず叫んだ。契約書にサインしたとき、セールスマンが確かに名前を書いたのを覚えている。これを見て、セールスマンはすぐに活気づいた。ほら、ウォレン警官。私が言った通り、私たちは何もサインしていません。この契約書は無効です。この男はただただ乗りしようとしているだけです。すべてここにはっきり示されています。他に何か言い分はありますか？人を騙すなら相手をよく考えた方がいいですよ。その頃には騒ぎはショールーム内の他の客やスタッフの注目を集めていた。見た目はまともな人なのに、まさかそんなことを。近頃の人は自分の利益のためなら何でもするね。そうだよ。セールスマンが変わったのを利用して隙をつこうとしたんだろう。でもほら、バレてしまった。セールスマンはウォレン警官に肩をすくめ、まるで自分が被害者であるかのような様子を見せた。警官、私たちのためにも事実をはっきりさせてください。彼の行動は喧嘩を売り、騒ぎを起こしているだけじゃありませんか？少なくとも私たちの営業を妨害していますよね。ウォレン警官は私を厳しく問いただした。これについてどう説明しますか、ライオンズさん？彼らが契約書にサインしたとおっしゃいましたが、確かに書類には署名がありません。私は目立つ空白を見つめ、セールスマンの得意げな表情をちらりと見た。一瞬、ある考えが頭をよぎった。もしかして何か消えるインクを使ったペンだったのか？セールスマンの嬉しそうな視線を受けながら、私は指で空白部分をトンと叩いた。よろしい。あなたが言う通り契約書にサインしていなかったとしても、これについて説明してください。標準的な手順では、契約書の副本があるはずです。双方がその場でサインと捺印をし、各自が一部ずつ保管します。もしあなたが契約書にサインしていないのなら、そのまま顧客に副本を渡すのですか？瞬間、セールスマンの表情の笑みが固まった。ウォレン警官の目つきが鋭くなった。再び契約書をじっくり見た。質問に答えてください。それは、セールスマンの目が慌てて動き、数秒間もごもごと言った後、続けた。それは当時の手落ちかもしれません。ほんのちょっとした手順上のミスです。そうです。前任のセールスマンの手落ちでした。
彼が作り話を続けるのを待たず、私はウォレン警官の方に向き直っていった。警官、こちらで1ヶ月前にあった応接室の監視カメラ映像の閲覧を請求したいです。ダメです。セールスマンの顔色が一瞬で青ざめた。監視カメラ映像には当社の営業秘密と顧客の個人情報が含まれています。外部のあなたにそんな簡単に見せられるわけがありません。少し考えてからウォレン警官は言った。では、こうしましょうか。私がライオンズさんと一緒に監視カメラ映像を確認します。契約書が署名された日の映像だけを確認し、状況を確認します。あなた方の営業に影響はなく、真相も明らかになります。これで規則に違反することはありませんよね。セールスマンの額に冷や汗がにじみ出た。その瞬間、ショールームの奥から気軽な声が聞こえてきた。ごもっともです、ウォレン警官。私たちの管理が行き届かず、ご迷惑をおかけし申し訳ありません。みんなが声のする方を見ると、顔をあからめた中年男性が早足でこちらへ歩いてくるのが見えた。彼はまず親しげにウォレン警官と握手し、それから私にうなずいて挨拶した。まるで調停者であるかのように。第3章。私はポール・ローランドと申します。このディーラーのオーナーです。たった今ショールームに戻ってきて、この小さな問題について聞きました。わざわざお越しいただき、ウォレン警官には本当に申し訳ありませんとポールは誠実な声で言った。彼は快活な笑顔を浮かべていた。一方、セールスマンは慌てて彼の後ろに隠れた。まるで命綱を見つけたかのように。ウォレン警官は状況と私の要求をまとめた。ポールは聞きながら友好的な笑みを保っていた。ウォレン警官、結局のところ、これは私たちとライオンズさんとの契約をめぐる民事紛争ですよね。厳密に言えば、あなた方が介入するような重大な事案ではありません。彼は丁寧に話したが、その意味は明らかだった警察がここに介入することは行き過ぎだという。それからポールは私の方に向き、相変わらず笑顔で言った。ライオンズさん、若い人はやる気があるのはいいことです。しかし、物事の中には表面だけでは見えない複雑なものもあります。車を買うような小さなことでさえ、不必要なトラブルを引き起こすことになれば、得るものより失うものの方が大きくなりかねませんよ。彼の礼儀正しい言葉には鋭い脅しが隠されていた。つまり、彼には後ろ盾がいる。もし私が騒ぎを続けるなら、欲しいものを手に入れられないかもしれない、という意味だ。ウォレン警官は眉を潜め、すぐには答えなかった。一方、ポールは私ににこやかに笑いかけた。若者よ、賢い人は空気を読むべきです。私はポールの不誠実な表情を見つめ、それから冷たい嘲笑を漏らした。空気を読む？確かに、ローランドさんのように柔軟ではありませんね。ちょうど3日前、この同じ人物は銀行で全く別人のように見えた。当時、彼は涙を流しながら支店長に懇願していた。彼の自動車ディーラーはキャッシュフローが破綻したと。仕入れ先は支払いを要求し、従業員の給料さえほとんど払えないと。だから彼は銀行に融資を承認して救ってほしいと懇願した。銀行頭取として私は2階から彼の必死で惨めな態度をはっきりと見た。彼はできるだけへりくだり、今の冷静で落ち着いた事業主とは全く別人のように見えた。当時、私は彼の誠実さに感心して、部下にポールの融資申請を承認するよう指示しただけだった。彼は銀行を出る前に何度も感謝の言葉を述べた。しかし、彼は実際に彼の融資を承認した人物が今目の前にいることに気づいていなかった。おそらく私の表情があまりに意外だったのだろう。ポールは眉を潜め、ついに何かがおかしいことに気づいた。
彼の頭はフル回転しているようだった。次の瞬間、またしても彼の顔にはなだめるような笑みが広がった。ああ、ライオンズさん、ご覧の通り、これは大きな問題になってしまいましたね。もしかしたら本当に内部連絡のミスであなたを不快にさせてしまったのかもしれませんと彼は言い、おおらかなふりをしてブレザーの内ポケットから5枚の100ドル札を取り出した。ほら、この500ドルを私からの交通費とご不便に対する個人的な保証として受け取ってください。この出来事は誤解として水に流しましょう。どうですか？彼の口調はリラックスしており、些細な問題を片付けているようだった。私は冷笑した。500ドル？小じを追い払っているつもりですか、ローランドさん？傍らに立っていたオレン警官が一歩前に出た。ライオンズさん、証拠があなたに不利ですので、ひとまず和解に同意された方がいいかもしれません。車の購入取引に関する紛争は民事問題とみなされます。法的措置を取ることは可能ですし、私も今日の出来事を正確に記録します。私はウォレン警官をちらりと見た。この若い警官は確かにルールにのっとっており、私の立場も考慮している。彼への敬意から私はうなずき、ひとまず一歩引くことにした。わかりました、ウォレン警官。あなたがそうおっしゃるなら。私の態度が軟化したのを見て、ポールは以前のような不安を感じなくなった。そう、これでこそ。和をもって尊しとなす。でも、彼はセールスマンに目配せした。口約束では意味がありません、ライオンズさん。ですから、この件をここで終わらせることを保証する書面の声明にサインしてください。今後、いかなる形でも私のディーラーに対して請求を行わないことを。第4章。ローランドさん、あなたの要求は行き過ぎているのでは？ウォレン警官は表情を暗くして問いただした。それでもポールは平然と手を振った。ウォレン警官、これは完全に任意です。ライオンズさんにやましいところがなければ、書面で声明を出すことが何の問題になるのですか？セールスマンは急いで受付から紙とペンをつかみ、私に渡した。しかし私はそれを受け取らなかった。代わりに受付を見回し、最終的にディーラー所有の普通のペンを手に取った。契約書にサインしたとき、彼らがこのペンを使ったのを覚えていた。このペンを使います。手を伸ばし、私は紙に声明を書き、自分の名前をサインした。書かれた声明をポールに渡し、口元をほころばせていった。しっかり保管してくださいね。ポールは注意深くそれをポケットにしまい、500ドルを私の方に押しやった。あなたのお金です。道中を気をつけて、ライオンズさん。周囲の見物人の視線が私の背中を指した。結局500ドルを強制るためだけにあんなことを？演技がうまかったね。本当に大物かと思ったよ。でも結局、それだけか。近頃の人は金を手に入れるためなら本当に厚かましい。ささやき声は大きくはなかったが、一言一言がはっきり聞こえた。私はその声を無視し、ただ冷静にウォレン警官の方に向き直った。わざわざお越しいただき、ウォレン警官にはご迷惑をおかけしました。ウォレン警官は私をしばらく見つめ、それから得意げな表情のポールとセールスマンをちらりと見た。結局、彼はうなずいた。お二人が合意に達したのであれば、私はこれで失礼します。今後さらに問題が発生した場合は、法的に解決してください。私たちは警察官たちが車で去るのを見送った。彼らがいなくなるとすぐ、セールスマンは本性を表した。おい、まだ何してるんだ？ 500 ドルじゃまだ足りないか？警察が去るのを待って、もっとせしめようとしてたのか？見た目はまともなのに、結局は金のない負け犬か。金を持ってさっさと失せろ。
ポールも以前の傲慢な姿に戻った。彼は紅茶をすすり、見上げることさえしなかった。ちょうどその時、ショールームのガラスドアが大きな音を立てて勢いよく開いた。5、6人のがっしりした男たちが乱入し、先頭には顔に傷跡があり、目つきの凶悪なハゲた男がいた。騒ぎを見ていた客やセールスマンたちは即座に静まり返り、本能的に数歩後退した。ローランドさん、俺たちの金はどこだ？傷跡のあるハゲた男が問い詰め、声を張り上げた。3日も待たせたのは、お前が紅茶すすってボス気取りするためじゃねえ。今日中に借金を返さなきゃ、お前のこのディーラーをぶち壊すぞ。ポールの顔色は一瞬で真っ青になった。必死に立ち上がりながら言った。なんでわざわざここまで来たんだ、ラリー？あと2日待つって約束したじゃないか。レッドワード銀行から800万ドルのローンを申請したんだ。あとはそこの頭取が署名して資金を解放するのを待つだけだ。金が入り次第、利息も含めて全部返すから。レッドワード銀行？ラリーは嘲笑った。誰を騙してるんだ？お前みたいな奴がレッドワードの本店の誰かを知ってるわけないだろ。それに800万ドルだって？銀行の頭取でも親父でもあるつもりか？ラリーの後ろのがっしりした男たちは興奮して叫び、ショールーム内の高級車を陰険な目つきで見渡した。本当だ。嘘じゃない。ポールは慌ててスマホを取り出した。今すぐブーンさんに電話する。昨日アカウントマネージャーがブーンさんが今日書類にサインすると言ってた。今すぐ電話する。彼の指は震えながらスマホの画面をスワイプし、必死に通話ボタンをタップした。同時に私のポケットから聞き覚えのある着信音が鳴り響いた。